はい、皆さんこんにちは。年一トラベラーアイアンウッドでございます。ANA 特典航空券を利用してお得にバンコクに行こうということでね、簡単な話からね、だんだんややこしい話をしてきました。今日がね、究極のややこしい話なんですけども、前回2箇所経由をしましょうという話をしましたね。2箇所経由をする。いろんな幅が広がる。これはいいんですけども、2箇所経由しても、行き3便、帰り3便、これがマックスになります。あれってね、僕7便でも8便でも行けるって言ったじゃないですか。お前嘘言ったんかって。嘘言ってないんです。今日はね、7便、8便をどないしたら取れるかっていう話をいたします。いつもの ANA のホームページで海外予約特典航空券行きます。ちょっとややこしいパターン行ったんですけども、関西から台北、台北からジャカルタ、ジャカルタから東京、東京からバンコク、バンコクから東京で全部で5便なんですけど、これね、出発は関西なんですよ。目的地はバンコクなんです。あくまでもね、今回のシリーズ、もう最初から最後まで簡単なのかややこしいことまで全て共通。出発は日本、目的地はバンコクなんです。帰りは単純に直行で帰ってくるんです。ってことはね、行きが関西から台北で1便です。台北からジャカルタで2便です。ジャカルタから東京で3便です。東京からバンコクで4便です。そうなんです。ビジネスクラス4便乗れるんです。なんでこれができるか、乗り継ぎ地が国内1カ所、国外2カ所って規定がありましたね。順番に規定がないんです。なので、このように外国行って1カ所、2カ所経由をする。その次にね、外国でもう1カ所経由したら3カ所になるからアウトなんですけど、日本を経由地にしたら国際線は1便余分に乗れるんですよね。おかしな話だけど、こんなの本当に取れるのって思うじゃないですか。ですから今まで取った日程で見てみますね。6月の24日でしたね。25、26、27で、7月、7でいこうか。ね。これね、初めて見た便ですけども、関西空港から台北行きですね。この便行きます。昼便行きますね。台北からジャカルタ、今まで逆便だったんですね。ジャカルタから台北ばっかり見ましたけども、台北からジャカルタも直行便もちろんあります。で、ジャカルタから東京、これも今までと逆パターンですね。今まで東京からジャカルタ行ってましたんでね。どの便にしようかな。これにしようかな。で、東京からバンコクですね。これも便がありますね。で、バンコクから日本に帰ってきます。さあ、これ取れるんでしょうかね。エラー出ないんでしょうかね。僕ドキドキしますけどね。はい、いけましたよね。いやー、こんなのできるんですよ。何回も言いますけども、あくまでもこれね、大阪・関西出発で、目的地がバンコクの行きが1便、2便、3便、4便、オールビジネスクラスのパターンなんです。で、帰りはね、直行なんです。バンコクから東京、羽田、特典ビジネス。だから全部で5便なんですけど、わかりますか？帰り直行する必要ないんですよ。帰り経由してもいいから、ここで1箇所経由すれば6便になりますね。2箇所経由すれば7便になりますね。行きと一緒で日本とジグザグすれば8便になるんです。そうなんですよ。これがね、マックス8便の取り方。で、ここでね、一番大きなポイントは何かって。今まで僕ずっと東京発をしてたのを関西発に変えたでしょ。これがポイントです。出発地と経由地は同一の空港ダメなんです。目的地と経由地も同一の空港ダメなんです。ですからこの行きに関しては大阪から出発して東京で乗り継ぎは OK なんですけど、東京から出発した場合、ここは乗り継ぎ地は東京にできないんです。そしたらジャカルタから日本に飛んでるのは東京しか飛んでないんです。羽田と成田飛んでますけど、これは
東京っていう都市で一括りになりますから、羽田と成田は同一空港扱いになります。なので、ジャカルタっていう選択肢をした時点でね、乗り継ぎ地は東京一択なんですよ。ただね、直前開放だったらね、これ違うパターンできるんです。ここを東京にする。いつも通りのジャカルタ行く、台北行く、で、日本に帰ってくる。ここを関西にする。で、関西からバンコクにタイ航空が飛んでるんです。直前開放でそんなのがあるかどうか見てみましょうか。さあ、順番変えましたよ。出発東京ね。いつも通りです。東京、ジャカルタ、ジャカルタ、台北、台北、関西。関西からバンコク。さあ、こんなのあるのかねドキドキもんやけどね。まあ、探してみますよ。8月の1日で行きますね。2日、3日、4日。これ確か8日あったね。こんなの取れるんかね。まず東京、ジャカルタ。そうね。これはあるんですよね。ジャカルタ、台北が、なんかややこしくなってた。東京経由はダメだ。残念。残念だね。ジャカルタ、台北がないですね。っていうことはシンガポールにしようか。シンガポールの方が取れる確率あると思いますよ。ジャカルタからシンガポールにしてきましたよ。さあ、これ出る。これは台北よりはチャンス僕はあると思いますけどね。どうでしょうかね。まあ、これはあるの分かってるんですよね。そうだよね。ジャカルタ、シンガポールもあると思ったんですよ。ね、取り放題でしょ。シンガポール、関西がないのじゃないか。残念。乗り継ぎしかないね。これどこ乗り継ぎ？バンコク乗り継ぎ意味ないじゃん。次の。北京乗り継ぎね。そっかそっか。シンガポールはここがないのか。難しいな、直前開放は。どこ探そう。ちょっともう一回チャンスください。ジャカルタからシンガポールはありましたね。シンガポールから関西がないんですよね。っていうことは、やっぱり最初のパターンじゃないかな。ここ関西。これは最初355日あったパターンですよね。そっちに戻してみました。これでちょっと8月の1日、2日、さああるのかな。直前開放は絶対あるっていうもんじゃありませんのでね。どこかがダメかもしれないですけど。関西から台北がないね。残念。直前開放は出なかったですね。やっぱりね、ちょっとさすがにね、この4往復パターンはね、直前開放で取るのは難しい。やっぱり355日前が基本になると思います。そうした2箇所パターンですけども、私がね、取ったパターンでご案内してもいいんですけども、あれ残念ながら、新規定じゃなくて、あれ旧規定で取ってるんです。日本の乗り継ぎ2回してるんですよ。なんですけども、ひっくり返したらいけるので、今でも取れるパターンいきますね。福岡から台湾に行きます。で、台北からジャカルタに行きます。ジャカルタから東京に帰ってきます。東京からタイに行きます。タイからシンガポールに行きます。シンガポールからマニラに行きます。マニラから東京に帰ってきます。これで7便国際線ビジネスクラス乗れます。なんか騙されたような気持ちになっている人もいらっしゃるかと思うんですけども、あくまで僕が太枠で書いているこのスターアライアンスの就航都市を絡めてるんです。ここ絡めないと、もう本当に絵に描いた文字になる。ジャカルタに行ってますけど、ジャカルタは太枠じゃないでしょ。ですからジャカルタかます場合は必ず前後の便はスターアライアンスの国じゃないとダメなんですね。ですから台湾からインドネシアに行きました。これエバー航空があります。インドネシアから日本は ANA があります。だから OK なんですよ。で、僕がね、取り掛かっていけなかったルートも紹介しておきます。日本からタイに行くんですわ。で、タイからバングラディッシュに行きます。
で、バングラディッシュからね、シンガポールに行きます。これで目的地がシンガポールになっちゃうんですね。1便、2便、3便だからね。で、シンガポールからタイに行きます。で、タイから、どこでもいいんですけど、中国経由で日本に帰ってくると。こんなね、ルートもね、実は考えたことがあるんですけど、これだと、目的地がシンガポールになっちゃって、実は僕はタイ行きたいから、タイをストップオーバーするんです。そしたら目的地がシンガポールとタイと2カ所になるので、あとは乗り継ぎしかできないんですけどね。こんなパターンのね、6便とかね、実際に目論んだんだけど、タイ航空が、僕がこれ目論んだ時はね、6ヶ月前に予約可能だったんです、ビジネスクラスが。なのでね、取れてたんですけど、今3ヶ月前なんでね、ちょっとこのルートどうかな、チャレンジする人してみてください。それから人気路線にちょっと当たっていますね。人気路線ね、例えばモルジブですよね。モルジブへ行くのに、シンガポール航空がモルジブに飛んでます。問題はね、日本からシンガポール航空の直行便取ると、残念ながらビジネスクラス取れないんですよ。なのでね、先ほどから言ってます通りです。ジャカルタ経由だと取れるから、ジャカルタへ行ってシンガポールへ行ってモルジブへ行くと。これだったら1、2、3便ですからセーフ。モルジブ狙ってる方、このパターンやってみてください。それからバリ島も言っときましょうか。バリ島もね、シンガポールからバリ島、これ普通に飛んでます。なので、さっきと一緒なんですよね。日本からどこか経由せないかんですけど、日本からジャカルタ経由、シンガポール経由、バリ。これは取れるんだけど、なんかインチキみたいですけどね、インドネシア2回入るんで、それよりは僕はだったらフィリピン取るね。日本からマニラ経由、シンガポール経由、バリ。これだったら取れます。はっきり言って取れます。なので、先ほどのモルジブ行くのもこのパターンでもいいです。マニラ、シンガポール経由、モルジブっていうパターンもありだと思うし、マニラ、シンガポール経由、バリっていうパターンもありだと思います。こんな感じでね、2カ所経由したら、いろんなところの選択肢広がります。日本と外国とをジグザグルートにすれば、行き3便じゃなくて行き4便になるんでね、やりたい方はやってください。僕は、楽しいから、2025年1回、それから2026年1回、それぞれ、ゾーン4をね、やってます。そのあたりの旅行記をね、どうしようかな。あげようかな。もう実際旅行住んでるんですよ。どんな旅行かっていうと、2025年8月に日本から中国はね、深センに行くんです。で、深センから台北に行って、日本に帰ってきます。これで1往復。それから10月に日本からマレーシアはクアラルンプールに行きます。クアラルンプールからシンガポール経由、上海経由、日本に帰ってくるんです。で、これね、何かっていうと、クアラルンプールじゃないんです。マレーシアのマラッカにね、行こうっていう旅行で、マラッカに行くためにこんなややこしいぐるぐるツアーをやってます。ただし、これ行きはね、エコノミーです。行きはエコノミー、帰りはビジネスですから、日本から深セン、台北、日本、クアラルンプール。ここまではエコノミーです。そこから先ですね。クアラルンプールからシンガポール、上海、日本。これはビジネスです。これがね、僕が一番お得だなと思ったのが、2024年の開放枠をお届けしたときに、シンガポール航空、今ね、中距離便のビジネスクラス開放してないんですよ。日本だけじゃなくって、韓国とか台湾も開放してないんですけど、中国開放してるんです。なんでね、シンガポールから中国経由で日本帰ってくるんでしたら、中距離便のシンガポール航空のビジネスクラスに乗ることができます。それをね、実践したんですよ。なので、旅行機ね、ヨーロッパであんまり皆さんの興味がなかったのか、再生回数もありませんでしたけど、懲りずに今回もとりあえず旅行機あげます。ただね、Vlog は少なめにして、そういったね、飛行機のネタとか、それからラウンジのネタとか、そっちを中心にしてやろうかなと思います。ただね、次回は
補足ちょっとやろうかなと思ってますので、補足をやった後で、その2往復実践編のね、旅行記を上げたいなと思います。ぜひチャンネル登録していただきまして、2往復に限りません。とにかくね、ぐるぐるは僕は楽しいんで、6便でもすごく楽しい。で、ただね、最初の方に話した直行便がいいと思ってる方、直行便がいいと思うし、ちょっと経由して、僕一番最初に言ったじゃないですか。シンガポールとバンコクと2都市楽しみましょう。このパターン僕いいと思うんですけどね、どう思われますかね。そんなパターン、こんなパターン、あんなパターンね、皆さんが一番ピンとくるパターンで ANA 特典航空券を利用して東南アジア行ってみてください。東南アジアはこんな感じでね、だいたいやっぱりバンコクとシンガポールと絡めるパターンが多いかなと思います。それからもうちょっとね、マイルを少なく楽しみたい方は中国ですね。中国、台湾。このパターン僕一回考えたんですけど、グアム絡めようと思ったんだけどね、残念ながらユナイテッド日本からグアムのビジネスクラス開放してないんですよ。で、残念ながらそっちはちょっとボツになっちゃったんですけど、そのうちまたね、ユナイテッドもビジネスクラス開放することがあると思いますので、その時はね、ゾーン3でやればもっともっとね、必要マイル数が少なくできますので、特にね、今後、提携航空会社の必要マイル数が上がった時にね、もう東南アジア行けないよってなるかもしれないんでね、そのあたりも頑張って取ってみてください。ではね、次回はね、さらっとね、ちょっとご質問とかね、その辺に答える形で補足をしようと思います。チャンネル登録していただきまして、次回の動画もお楽しみください。